今回紹介させていただくのは、ディッキーズのワークパンツ874です。まずは、ディッキーズの歴史について紹介していきます。ディッキーズの歴史は、遡ること1922年、いとこ同士の C.N. ウィリアムソンと E.E. ディッキーに、経理としてシードン・ウィリアムソンを迎えた3名による、ウィリアムソン・ディッキー・マニュファクチャリング・カンパニーが現在のディッキーズの始まりでした。当時は国中がアメリカンドリームの実現に向けて熱狂していた時代で、2人はワークウェアの需要に目を向けます。全米各地の働く現場を回り、農夫や工夫などそれぞれの仕事に必要な作業着の特性を調査。874ワークパンツの原型と言われるカーキパンツなど、労働者のニーズに合わせ様々な工夫が施された製品は瞬く間にアメリカ全土に深く浸透していきました。1941年の第二次世界大戦では、その確かなものづくりを政府にも認められ、実に900万着以上の制服をアメリカ陸軍のために生産したと言われます。戦後には兵役を終えた人々がアメリカに戻り始め、作業着の需要が復活。地元テキサスの石油労働者向けに売り出されたのが、こちらの名作ワークパンツ874になります。労働者の声を聞くというディッキーズのアイデンティティから生まれた、丈夫で汚れにくく、どんな体型の人にもフィットするこのパンツは爆発的にヒットし、彼らが赴任先でも愛用することで世界各地の労働現場へと広がっていきます。1954年から掲げられたディッキーズのポリシーを体現するスローガン Fit You, Fit Your Job は現在でもディッキーズのものづくりの礎になっています。ちなみにこの名作が正式に874ワークパンツとして品番を伴って発売されたのは1967年のことでした。こうして生まれは完全なワークウェアながらも、その頑丈さやコストパフォーマンスの高さを評価され、様々なシーンで愛用されるようになります。90年代にはスケーターに愛用されるようになり、この874をステージで着用するラッパーやバンドマンも現れ、ストリートシーンでも接点のあるアイテムとなっていきます。ここからは実際に874のディテールなどについて紹介していきます。まずはこの丈夫かつ機能性に優れた生地です。素材はポリエステル 65%× コットン 35% の黄金比で混紡された張りのある 8.5 オンスのテトロンコットンツイルになっています。黄金比率の混紡により、機能的なポリエステルと質感に優れたコットン、それぞれの特性を生かしながら欠点を補い合い、肉厚でシワになりにくく丈夫かつ通気性と速乾性に優れ、洗っても縮みにくい生地になっています。さらに表面には雨や汚れなどにも強いスコッチガードが施され、撥水性を持つ上に型崩れすることもありません。ポケットは深く、中に入れたものが簡単に落ちることはなく、太く数の多いベルトループは大きな負荷のかかる作業でもちぎれることがありません。そしてこのセンタープレスです。希代のファッショニスタ、イギリス皇太子エドワード7世が雨に濡れたパンツを仕立て屋に預けた際にアイロンで折り目をつけたのが発祥と言われるフォーマルなディテールですが、874はワークパンツながらそれがしっかりと刻み込まれています。
洗濯してもなかなか簡単には消えないほどしっかりとプレスされていて、スタプレと同様、洗濯後にノンアイロンでパキッと履けるイージーケアも意識されています。最後は何と言っても首輝を模したロゴの入った折りのネームです。ポケット状に配置されたこれのおかげで一目でディッキーズのパンツであることがわかります。リーズナブルなパンツを履いていると思われたくないから選択肢から外すというのも一つの考えですが、倍以上の金額をかけて代わりに選ぶチノパンが歴史や機能性まで含めてこの一着にかなうのかと考えると、現実的にはその方が難しいのではないでしょうか。偏見で距離を置くには少しもったいなさすぎる名作ですので、ぜひチェックしてみてください。そんなところでディッキーズのワークパンツ874の紹介でございました。ご視聴くださり誠にありがとうございました。